エギってご存知ですかということなんですけれども、イカを釣る、疑似餌のことですね。今日はね、そのエギにね、スポットをね、当てたいと思うんです。エギって漢字で書くとですね、餌に木かなっていう書くと思うんですけれども、もともとはね、木が使われてました。今現在釣り具屋さんで売られているのはプラスチックに布を巻いたものがですね主流だと思うんですけれども、今回は原点回帰といいますか、木でイカを釣りたいんです。はい。流木がありますね。じゃあこれで作りますか。ただこれちょっと見てもらうとね、この縦に繊維が入ってるやん、はい、見える？これがね、果たしてこれからエギを作ろうとしてるんですけれどもね、どういう影響を及ぼしてくるかわからんのよね。もっとなんか密になっとんかと思ったら案外繊維というかね、そうですね。割れ目があるね。このエギ職人シリーズ開始オープニングからいきなり難航難航してますなんか本当は霧の木が一番いいって書いてました。ググったん？なんか作り方を調べるときに霧の木でやるのが一番ですって書いて。下準備がすごい霧の木ってどれですか？わかんないです。もしかしてそれは流木じゃない？流木じゃないで切っす。てくるんや。さあ山に到着しました。で今ね、僕がねちょっと調べよう。生きとんやこいつ。ここにねエビがおるんですよ。ケンちゃん、何してるんですか？ケンちゃん、これがね俺霧じゃなかろうかと思うんですけど、こんな葉っぱやったよね。いや、ちょっとちゃいますね。全然違うね。これやろ？違う？僕がハートみたいになってますあ、本当や。ケンちゃん、ハートの葉っぱもあるよ、ほら。けど。でもなんか違うの？木というより草。ああ、本当やな。ここにね霧があるという情報は地元住民から聞きつけてきたんですけど、果たしてこれどう？ほらやっぱ大きくなったらハートっぽくなるよ。これじゃないですか。多分これじゃないですか。昨日とはちょっと葉っぱの感じが違うような、一緒のような幹の感じがもうさっき調べたやつと同じような。同じか。でこれ知ってる人のとこやから、山やから、これ切らしてもらおうか。はい。ケンちゃん、はい。柔らかい。あ、柔らかいんですか。木が柔らかいで。よしよし、十分やない？良さげですね。ちょうどいい細さやない？はい。これを持って帰ります。しゃ。さあ、ケンちゃん、正人工房にやってきましたねある程度必要なもんは買いました。一番大事なのはこれ、カンナと言われるみたいなんですけど、要はケンちゃん針やね。重りです。重りやね。シンカーって書いてあるのかな。でそれもね、いろんな形があるけど、なんか簡単につけやすそうやん。それが、これがあったらちょっと超過は増えてくるかなと思って。はい、あれ、横のなんかぽくなるやろ急に。はい。もう手探りやな。はい。でやっていきましょう。でケンちゃん、そろそろね気づいたと思うんやけど、もうエギ買うよりも高い。もうこれも買ったし、サンドペーパーもね、でボンドこれも買ったし、でこういうのも買わないかんし、はい。もうエギより高い。はい、ということでそういうこともぼやきながらですね、ちゃちゃっとケンと頑張っていきましょう。これ切って感触はねやっぱ柔らかい。詰まってるよケンちゃん。とりあえず1個なんかそれっぽくしてみる。はい。今んとここれじゃ絶対釣れんね。ケンちゃん、やってみてわかるわ。はい。エギって結構細いわ。10分の1ぐらいでいいぐらいだ、多分賞味の量は。細いよマジで。やってみてわかるわ。学んだことがある。はい。さっきの原木があったやん、これぐらいに切った。はい。一回切ったらよ、半分次からはい。できるんだ。となんか原型というかね、どっちが頭っていうのはねが分かってきたぐらいと思うよこの辺からね結構気をつけなはみ出ちゃう感じはしてきてるね。そうですね。案外こうやって当ててみると、こういう膨らんだ部分はそろそろ気をつけて削らないかんなっていう幅であることが分かるね。一回ミスったら終わりやからね。そうですね。慎重にやった方がいい気はするね。はい、ということでちょっと
ずっとカメラ回してるわけにもいかんと思うんで、ケンもこれ切ってやってもらいながら、で俺はこれちょっと進めていきます。エギもどきが2つできましたね。はい、で僕のはケンが持ってもらった方が分かるかな。まあ、こんな感じでケンが作ったの、まあ、これからお見せしますけどよりはどうケンなんかメリハリがついた感じかな。そうですね。なくびれというか。くびれがありますね。どういうイメージで作ったんですかケンは。僕はもうこうんの滑らかさを意識しまし滑らかさあまりくびれはないような感じで、た。はい。要は誰やろな、滑らかさ誰やろな。なんか構想した人とかおりますか？おらんか。七尾みたいな感じやなお前の。あ、まあそうかもしれない。で俺は誰やろなこれ。お前が七尾やったらレディー・ガガかいな。レディー・ガガ。レディー・ガガでいきますか俺の。七尾とレディー・ガガ。七尾とレディー・ガガ。ほんまにケンはこれに似た感じ。でもこれよりはゆるいシルエットやろ。あ、そうですね。滑らかなシルエット。でこれよりメリハリ効かしたんがこんなメリハリ効かしたっけ俺。はい、まあこんな感じでございます。まあそれぞれ一長一短あると思うんでね、まあ、どちらかが釣れるか楽しみなんですけど、でケンちゃんこれからまああれらのこれらです。グッズをつけていくんやけど、明日釣りに行くことになるけど勝負するか、どっちが先に釣るか。あ、はい。で釣れんかったらさらば青春の光っていう芸人さんがね、僕の好きな芸人さんがやり入れる企画なんですけど、これお互いが勝ったら1000円なとかね、釣ったら1000円なとかやったらこれ賭博罪になるんで、お互いの親に仕送り。ケンが負けたら俺の親に仕送り。はい。でケンが勝ったら俺がケンちゃんの親に仕送りするという、そういうハートフルなハートフルです、ね。企画ですね。賭博罪にも当たらないと思うんでこれでやりましょう。どっからつけていくのが正解なんかな。布かぶせるんやったら布からじゃないですか。布かぶせるね、こういうまあ基本的にはかぶってるんです。えぎりはね絶対かぶってるんですけれども、もう布なしでいいんじゃない。布だって買ってきてないやろ。素朴な感じで。素朴な感じでやりますから今回は、はいはい。じゃあこっから作るか。これ失敗したら終わりやからね全部。そうですね。全部の工程こっからは。下穴開けとってもいいと思うんやけどね。最初だけなきゃこれガガにきっかけを与えるわ。最初の溝だけね。よし。いいちょっと既製品と比べると大きいんですけどね、まあこれぐらいは全然釣れると思うよ。ここスナッパーっても釣れるもんね。エギやはりこういう V 型カンナっていうね商品があったんで買ってみました。これはどうやらリュウモに聞くと、このねなんかなんやろな、これ材質わからないんですけどプラスチックみたいな棒がついてるんで、これをまずエギに確かぶっ刺すよねケンちゃん。なんかそう言ってましたね。ぶっ刺してこのちょっと出た部分にこのカンナを1個、ほんでもう1個どうやってつけるのか知らないけど、この内側に入っていくんかな。あこれでいいんか。あこれでいいんやな。こんな感じで。そしたらこれはさすがに穴開けなきゃいけないと思うんで、ケン、はい、ボロボロになっていけるわ。俺のガガがガガのお尻の方がめっちゃ難しそうです。このサイ、うわっバキッていったね、もう行くしかねえよ俺。もう掘りよるもんこれ。まあこの辺はボンドで埋めるか。掘ったぞ俺はもうこれ結構余分に。で最終まあこれはボンドでひっつけるんですけれども、仮で入れると、ああちょっといかんだな、むずいわ。めっちゃぽいぽいこうか。そうですね。シンカーがねこれまたこのお腹のところに刺さってる感じなんですよね。だからこの部分が刺さるっていう感じなんですけど、まあ、これもドリルでケンちゃんね、はい、ちまちま開けていけばいいんじゃないかと思うんで、ちょっとやってみます。これもマシンやないとおかしなことになるんで、結構ね繊細な作業にはなるんですけど、むずそうやろケンこれ。うわっむずそう。あ、ケン大型が出てしまったよし、まあこれで後でちゃんと入れますけれども、はいこんな感じ、はい、もうちょい入れますけどね、まあ、叩く
かどうかしてもうちょっと入れたいと思いますけれども、まあこんな感じでつきます。ケンちゃん、そして羽やね、はい、繊細やね。何色鳥色や鳥色と派手なオレンジがあるけど、ケンの襟がこっちの羽色、はい、で俺の方がガガ色、オレンジでこれガガ色、ガガ色にしましょう。これ入れ込んどるだけやね。この目のまつげのところにも入れとったのかな、ガガっぽく。どう思う？めっちゃいいと思いますほんまかこれをぶっ刺すと、羽はしっかりつけときたい。おいで、多分前に倒すのね、こんな感じで。で反対も同じようにしたらド派手身の笠みたいになったちょっと右が多いね、こっちが多いね、はい、このバランスはね大事だと思うんで、ちょっとガガさんすいません、済ましてもらってですね、盆栽してる気分ですけど、したことないですけどね、盆栽なんか。さあケンちゃんできたね。はい、ケンちゃんの七尾がこんな感じです。割とこう直線的やね。まあそうですね。ね、いやいいですね、七尾っぽく目もつけてね。はい、まあ目はなんか七尾っぽい感じは出てると思うんですけど、はい、エレガントというかこう綺麗めな感じやね、はい、いい襟だと思います。はい、はい、で僕のこの襟こんな感じですね。まつげ付きじゃないですか。そうですよ。目見えます？映っとるかな。ちゃんとねこうできるだけエレガントにねこの辺が見たら面白いんだけどね、まつげが派手がましい感じにやってみました。はい、さあこれで釣果がどっちが釣れるのかっていう話ですよ。どっちが釣れるか、もしくは両方釣れるか両方釣れないかって感じなんですけど、今日ねあいにくちょっと風が強いんで、まあ明日か明後日これでねお互い釣りたいと思います。調査さんどっちが釣れると思いますか？両方っぽくはできたと思います。ぽいですね。めっちゃやりましょうか。はい、楽しみやね。楽しみ。さあ作成からちょっとバタバタしとって3日ぐらい経ったかもしれんけど、いよいよ決戦の日が来ましたね。俺とケンのどちらが釣れるのか、これからやりたいと思います。でちょっとさっきねケンと水につけてみたよね。はい、どうやった？ちょっと普通の襟よりかは沈むのは遅いですけど、まあそれなりの沈みをしてくれました。そうよね。水中映像ね今からお届けできますけれども、まあいい感じの体勢で角度で普通の襟と比べてちょっと遅いぐらいかな。はい、そのねフォールの体勢がね大事になってくるとは思うんですけれども、まあそれも上出来かなと思います。一方僕のですよ、このボサボサのエギーガガですか。そう、このエギーガガはですね毛量が多いんですよ。毛量が多い分、前傾姿勢もですねここ抵抗を受けて多分ね毛のせいでちょっとねこういう体勢で沈みます。ほんでその沈むスピードが遅いほんでしゃくった時のこのなんて言うんでしょう、反応シュンシュンというね動かんということなんですけど、まあ俺は逆にそれがいいんじゃなかろうかという釣り方をするんで、はい、ここでケンとの釣りの差、まあ、釣りはあんまり上手じゃないんやけど、なんかイカを感じる心を見せつけてやるわで釣り対決なんでお互い同じタイミングで投げて、もう先に釣った方が勝ち。意気込みありますか？戦い系でまだ勝ったことがないと思うんで、今これが勝てる時かなと思ってるんで頑張って釣ろうと思います。こいつをバカにしとるな毛量すごいやろ。毛量が多いんで勝てると思うんでということで早速始めますか。さあ負けたらお互い仕送りなんで仕送り、はいスタート。ちょっと重い分ね飛距離は完璧なのね。あ、めっちゃ飛びますね。めっちゃ飛ぶな。で釣り自体もね久しぶりなんでどうなることやらっていう感じなんですけど、まあどっちか釣れるやろ、はい、と高くくってますけれども、まずね当たりが来るかで、どんどんね寒くなってるんでこの秋のアオリイカ釣りはねどんどん渋くなります。水温が低くなるに従ってね。まあでも一般的な普通のエギでやればこの時期でも、まあ、数匹は釣れる感じコンディションやと思うんで、まあ、その辺も含めてどれぐらい釣れるかが楽しみなんですけど、今回は1匹釣った方が勝ち。来ました。いや分からん、結構沈めやるから石かもしれん。沈められないですね。なんか沈められない。そう、気持ちの問題で沈められないです。あ、なくしたくないからはい、分かるけどねOK
ケン、はい当たった。本当ですか？当たったぞ。あれはあからさまに当たったぞ。まあビビったわ。当たったということはまあ餌と認識したってことだよね。おっ、何？根がかりかもしれない。俺もさっきのは根がかりやな。お互い石際攻めてますね。釣りたい欲が。はい。今当たりましたね。大接戦やな。はい。釣り上げてはないけどな。ケン、石や。びっくり。取れました。地球、取れた。よかったよかった。地球釣ったね。うわ最悪ですね。めっちゃ慎重に。はい。引っかかった方向の反対側に船回して。反対側から引っ張ってるんですけど。頑張って取ってくださいよ。もうどうせの勝負なら。どうせのそうですよ。ちゃんとした勝敗をつけたいんですか。そりゃそうですよ。男やね。ブチもうそんだけしゃくっても壊れないってことはめちゃくちゃいいエギを作れたってことです、ね、お前褒め上手やな。これから剣が釣るまで皆さん待ちましょう。祈りましょう。当たりどうすか。当たりが一切なくなりました。ないな。やばい。このタイミングでよかった取れました。タイミングで引っ掛けてくれたな。当たりないんでもうほぼほぼ釣れないんで今日は、諦めましょう。はい。明日やりましょう。もう僕は、なんていうんだろう、リタイアなんで。今から作らないんですかもう一個。今からまた作業で、作りません。はい。なんとケンちゃん僕作りましたよ。作ったんですか。エギを作りましたよ。作ったエギがな大変やったで。結構ね綺麗に作れたと思うんだけど。誰が作ったんですか。山下さんが。山下さんですね。分かった。はい。エギ用の3号をねこれ使ってせっかくやけん剣と比較できればいいやん。そうですね。既製品と。はい。昨日剣と俺両方2回ずつぐらい当たりきて取れんかったよね。そうですね。はい。もしかしたらこの山下さんの方が当たりも多いかもしれんね。はい。当たった。いやなんかやる気出ましたそれ聞いて。ゴールデンタイムやケンちゃんこれ。世間話やけどケン今ハマってる曲は騒音のない世界っていう YouTube チャンネル知ってますか。分からへん。なんか著作権フリーの BGM 作ってるチャンネルがあるんです。その曲にハマってますね。そんなメジャーな曲じゃないってことやろな。はい、でも結構有名で20万人ぐらいいます。そうなの。はい、登録者が20万人ってこと、はい、俺はおっちゃんらが見てるからこのチャンネル、はい、今更って言われるかもしれんけどトンボってわかる。トンボ聞いたことある。おってやつ知らないです。聞いたことある言うてん。知らなかったです。コツコツコツとアスファルトに刻む。知らんの。アスファルトに刻むは聞いたことあります。そこあれなんかいた。なんかスカってなってどういうこと。重みがなくなりました。開始早々やで。失いました。いや軽い。どうしましょう。どこが切れたん。この多分結び目だと思うんですけど。ほどけたんやないそれ。ちょろんちょろんってなってるから。はい、多分ほどけちゃいます。どんな縛り方しとんねん。この企画が暗礁に乗り上げました。ケンちゃんよ。もうどうしようもなくなって七尾とエギガガを失ってしまいました。僕らはこのパターンは何も考えてなかったね。はい。釣れたけどさすが山下さんというところなんやけど、はい、どうすんのよこの企画。いやこれはペナルティを受けなダメな気がします。どういうことよペナルティって。大きなったね。でかいね。はい。何グラム300ぐらいかな。はい。さあどうするよペナルティとは。
お互い仕送り合うとかですか？ここは僕ら11万人登録者行きました。はい。まあ感謝の気持ち、まあ超えた時にはね伝えたけど、まだまだ伝えきれてない部分もあるし、これから頑張るぞという、意気込みを込めて明日もう一回作ろう7を2号とレディー・ガガ2号もう一回作ろう。はい。そういう企画や。これで釣ってごめんなさい。今回はちょっとなしにしよう。前回さドンキ企画でこれで勘弁してください言うてんやん。はい。さすがに2年ちゃんそれはやめようや。そうですね。もう一回作ろう明日。はい。大変やけど。はい。で今度はなくさんようにこうやってイカを釣りましょう。はい。こいつも言うとるわ。よし頑張ろう。さあ今日もまた朝からやっとるんですが、どこ行ったっけ。このねケンが持ってきてくれたんですけど、台所のはい。流し口のゴミを受け取るやつですね。ネットですね、一般的な、はい、数円で売っとるやなのを巻いてみました。一般的なエギにもねこれ実は巻かれてるんですよね。こんな感じの作りで作成してまた夕方から調校したいと思います。お楽しみに。僕とケンの気持ちは早終わらせたい、はい、その一心やね。その一心、もうその一心だけ。もうほんと今日でまあ終わるんじゃないかと思います。で前のねルアーエギも2回ずつぐらい当たりあったんで、今回布をね巻いたって言いましたけれども、こんな感じに出来上がりました。でインサート撮ってるんでねその映像差し込みますけれども、まあ僕は、一色ではないですね。ピンクやらで、お腹側は灰色で背中側黄色でね、で背中側だったりお腹というか横ですねにこうちょんちょんちょんとこうなんて言うんでしょう、色を置いていった感じですけれども、これがまあいいようになるかどうだかわかんないんですけれども、まあなんかケンちゃんエギっぽいやんこういうのは。一方ケンの方はちょっと小ぶりなサイズです。 2.5 号かな。ほんとケンこれ気づいたんやけど、これケツ失敗しとるやろ。失敗しとるというかこれ忘れとるやろ。切るの忘れてました。切るだけこれ。はい、はい、ということでお腹側はグレーで真ん中青いライン入れて、はい、もうこの世に存在しない色にしてやろうと思ってここ失敗したん。間違えて頭に重りの穴を開けてしまった。ここね穴が開いてるんですよ。ちょっとインサートで撮れてるかどうかわかんないんですけどね、穴開いてるねここは、はい、頭に。これが功を奏すのか功を奏すことはないないかな。はい、まあなんか可愛らしげなルアーができたんで、もう本当に終わらせよう。はい、マジで終わらせよう。もう今日中にですね。今日中にやな、はい、ちょっと釣れんかったも粘りたいね今日は。はい、一投投げたんですけど、何ですか、気の浮力に負けてるんですか。全然沈まんな沈まんにも程があるねこれ。ということでこういうね鉛のなんていうんやろ、映ってるのかなこれ、はい、糸みたいなのがね売ってあるんで市販してるんで、これ巻いてちょっと浮力調節して頭の方に重みを加えたいと思います。はい、よしこんな感じで重りつけながらやりたいと思います。よし、はい、うわおケンケン俺石かと思ったケンちゃんよとっとっとっと走ってたな。はい、もうめっちゃ嬉しいです。俺はこっちからケンの顔を映したいわ、ね、そのニコニコないやー上がってきた。いやー上がってきましたよ。うお、まあでっしゃあ霧の木でアオリがやったよし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 。もうなんぼ墨かけられてねえわさっき撮影生に巻くだっつって撮影したやん、はい、あれプラスまたこの後ろ側にも巻いたんや。さらにやったんです、ほんで投げてここ場所来て2投目か、はい、2投目でこうガッ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 ってきたんよ一発目に、はい、ここがどうせ石に当たっとるから、はい、ちょっと上げるためにしゃくろうと思ってよししゃくるぞってこう巻いたらイカいたね。まあ僕とケンは視聴者さんこのイカが釣れてやった美味しいものを食べれるとかそういった喜びではございません。やっと明日からエギを作らんでいいという今日なくしとったこれもどうしとったやろうね。もう土下座しとったやろね。土下座してましたね
はい、ということでゲットしたんで、まあもう30分ぐらいやろうかな。でこれでもしかしたらね釣れなかったらエンディングここになるかもしれないんで言っておきますけど、エギは買った方がいい。ご視聴ありがとうございましたさあ終わった。あ、仕送りお願いしますね。仕送りしときます。お願いします。1000円でしたっけ？ 1000円やな